こんにちは、京子です。今日は今から私が今つけているこのジェルネイルをオフしていくところをお見せしようと思います。普段私は、ネイル用のマシンを使ってある程度削り取ってしまうんですが、ご自分でやる方はマシン持ってない方もいると思うので、今日はこちらのファイルを使ってオフしていきたいと思います。今日使うのは80グリッドのファイルです。100グリッドでも大丈夫ですけど、80の方が目が粗いので傷を入れやすいです。で、ホイールを巻く前にこういうストーンとかは先に取ってしまいたいんですけど、ちょっと今日ついてるのがものすごくちっちゃいのでどうしようかなって今悩んでるんですけど、普段はここの角にマシンとかファイルをこう当てて少し角を出します。今ついてるの SS3 っていうすごいちっちゃいやつなので、マシンだったら多分軽く飛んでいくと思うんですけど、もうちょっと大きいストーンとかチャームとかつけてる時はこういう風に角を少し出してニッパーをストーンの下に入れると簡単に取れます。で、見えてると思うんですけど、これ実はタミヤさんのプラモデル用のプラモデルのバリを取るニッパーです。昔プラモデルちょっといじってたので持ってて使ってみたら、刃先がこれすごい尖ってて、こういうストーンとかの下に刃を入れやすいのでこれを使ってます。前は、ネイル用のアクリルニッパーとかで切ってたんですけど、こっちの方がすごく取りやすいのでこれすごいおすすめです。確か2000円前後だったと思うんですけど、後で見つけたらリンク貼っておきます。こんな感じで先にストーンを取ります。これでストーンは全部取れました。あとはまず先端の長さを少しだけ削っておくとこちらからも取れやすくなります。今形は整えなくていいので少
少し軽く削っておきます。これで表面も全体に傷を入れていきます。あんまり力は入れないで削っていきます。で、地詰めではないので往復掛けしても大丈夫です。このサイド削るときは下の皮膚削らないように下に引っ張ってあげると端っこまで削りやすくなります。で、削る時に同じとこばっかりこうやってやすりかけてると熱くなるので、まんべんなくいろんなところを順番に削ってください。ちょっと画像だと見づらいかもしれないけど、少しずつカラー取れてきてるところがあるので、これでホイールを巻いていきます。コットンにアセトンをつけて自分の指ってすごく巻きづらいんですけど、こんな感じでしっかり巻きます。こんな感じです。で、他の指も同じように削っていきます。
残りの4本も削れたので、同じようにホイールで巻いていきます。で、アルミホイルはあんまりここギュッて押さえなくても大丈夫です。あんまりやりすぎると破けちゃうので、しっかりくっついてれば大丈夫です。それでこの大きなビニール手袋しとくと揮発しにくいので、これで10分から15分ぐらい放置しておきます。ある程度放置したので一回外してみます。ホイール巻いた後にちょっと作業してて20分ぐらい経ってたので、綺麗に全部取れました。で、今メタルプッシャーで残ってるジェルも取ってるんですけど、この時に絶対に力入れてゴリゴリやらないように気をつけてください。他の爪も同じように外していきます。これで今片手のオフだけ終わったところです。同じようにして反対側も外していきます。両手同時にやった方が早いかなとも思うんですけど、意外と作業しづらいので私は片手ずつやっています。両手のオフが終わったところです。ここはもともと怪我していたところにちょっとファイルが当たっただけですごい切れてしまいました。私右利きなので
左手でこっちファイルするんですけど、やっぱりすごく慣れないので、この根元のあたりとかこの辺もですけど、こっち側は特にみんな皮膚薄いので、当てると簡単に切れちゃうので、根元にファイルをかけるときは注意しながらかけてください。でこの後は爪の形を整えて、甘皮もきれいにして、ジェルをのせない人は表面のちょっと残っているデコボコを取ってシャイナーをかけたり、ベースコートを塗ったりして終わりです。ジェルをこの後のせる人は同じようにファイルかけて、甘皮周りもきれいに処理をして、爪の表面をのせるジェルによってサンディングする人はきれいにサンディングをして、ノンサンディングの人はちょっと残っているデコボコをきれいにならしてジェルをのせていきます。今回はオフをする動画だったので、ここで終わりにします。この動画が役に立ったらいいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録ボタンも押していってください。登録ボタンの横のベルボタンをクリックしておくと、更新された時にお知らせが届きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。